ありがとうございました。またお越しください。ようやくお客さんも落ち着いてきたかな。それじゃあ今のうちに新商品のポップ作りでも。先輩、お疲れ様です。そうですね。僕もようやく落ち着いた感じです。この人本当によく喋るな。正直笑顔を作るのも疲れてきたんだけど、長話その大半が無駄話なんてね。先輩、いつまで話し続けるのかな。あれ、先輩、お客さんが来たみたいですよ。僕もポップ作りの続きしてきますね。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。僕のポップ褒めてもらってるみたいだな。それはすごく嬉しいけど、いけない。笑顔笑顔。変わってるねえ。それって自分で言うことなのかな。きっと自分が無個性だって自覚してるから、普通じゃない自分を演出したがるんだよね。自分を偽って居場所や地位を保とうとする。それってつまりすごく没個性な人だよね。虚勢張り仮面かぶれど同じ人。まあ仮面をかぶってるっていうのは僕も人のことを言えないか。無個性と客見て思うも我同じ。さっきはあんな風に思っちゃったけど、自分を偽ってるのは僕も同じ。今日も先輩の話に嘘の笑顔で付き合って、空気を読んで驚いたり悲しんだりしてみせて、それって結局本当の自分を出してないってことで、すごく没個性な人間だよね。むしろさっきのお客さんは自分の好きなものをはっきり言えてたんだから、僕の方がよっぽど没個性だね。けどもし僕がありのままの自分でいたら、きっと今みたいに順調な社会生活は送れないだろうな。
僕には思ったことをそのまま口に出しちゃうところがあるから。社会だとそういう人は真っ先に嫌われるよね。それに一回それで失敗して友達とも喧嘩別れしちゃったわけだし、周りと揉めずに必要なお金を稼いで平穏な生活を手に入れる。そのためには自分を偽って生きるのが一番だよね。これからも友達なんてできないだろうし、正直すごく窮屈だけど、まあ仕方ないよね。冷たい水でも飲もうっと。なんだか今日はいろいろ考えさせられる一日だったな。僕はこれからもずっと自分を偽って生きていくのかな。大学卒業までの4年間、大学を出た後も平穏に暮らすために思ったことも感じたことも口に出さないで、ただ笑っていい人のふりをして尾が道、これでよいかと思い見る。考えるの疲れてきたな。いっそのこと一人で旅にでも出てみようかな。知らない場所に行けば新しい道が開けるかもしれないし、そういうのも悪くないかな。ただいま。ようそら、久しぶり。あれ、兄さん？今日は会社に泊まりじゃなかったんだ。ああ、ようやくプロジェクトが落ち着いてさ、3日ぶりに帰ってきたってわけだ。仕事ずいぶん大変そうだよね。まあ今回はリーダー任されたからな。忙しいのはしょうがないって感じだよ。そっか、お疲れ様。でもそれにしてはなんだか楽しそうだけど、何かあったの？おお、仕事でちょっとな。今日アイドルの子と一緒の現場だったんだが、これがずいぶん面白い子だったんだよ。アイドル？新商品のプロモーションでちょっとしたトークショーをやったんだが、担当してくれた子がえらく個性的でさ、これがもう面白いのなんの。個性的？キャラが濃いってやつ？そうだな。ちょっと天然って感じかな。受け答えがちょっと変わってたんだ。例えば大事な商品名を言い間違えたり、司会者の冗談を真に受けたり、まあいろいろだな。たまにいるよね、そんなところ間違えるって人。それにそういう人って自分が間違えてることに全然気づかないんだよね。でもそんな感じでトークショーは大丈夫だったの？俺も最初はどうなるか不安だったんだけどさ、予想に反して会場は大受けだったんだよ。それからもそのアイドルが答えるたびにみんな楽しそうにしててさ、おかげでクライアントも大喜び、仕事は大成功だったってわけだ。へえ、てっ
きり失敗に終わったのかと思ったよ。ああ、俺もどうしようかと思ったが、逆にその個性がバッチリハマるとはな。新鮮で楽しかったよ。機会があればぜひまた仕事してみたいもんだ。個性が受けるか。そんな仕事があるなんて考えもしなかったな。でも確かにアイドルっていろんなタイプの人がいるし、今まで考えたこともなかったけど、そっか、そういう道もあるのか。さっき兄さんに聞いた話がずっと頭に残ってる。アイドルなら本当の自分も受け入れてもらえるのかな。仮面をかぶらずありのままで自由に、そんな生き方ができたら理想的だよね。アイドルオーディションと、最高プロダクションオーディション開催。ここの事務所で今度オーディションがあるんだ。試しに一度応募してみようかな。あ、整ったかも。芸事で心のままに身を立てん。なかなかいい出来じゃない？